ヤッホーとしきです。今回は序盤に知りたいおすすめ攻略6選ということで、いやー、ついに名著リリースされてめちゃくちゃ面白いっすね。僕、原神はリリース初日からやっていてヘビーユーザーなんですけど、あの頃に似た感動を今再び味わっていてめちゃくちゃ幸せです。で、今回はまだこの動画撮ってる段階でリリースから1日ないし2日ぐらいしか経ってないんですけど、そんな超序盤で知っていただきたい攻略を6つご覧の感じでまとめてきましたので、よかったら最後までご覧ください。今回はね、原神やってる方にもわかりやすく、そして原神をやってない方にも丁寧に解説していきますので、ご安心ください。特に探索アイテム3つ入手はガチで有能なんで、マジでね、最初のうちにゲットしちゃってください。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは PC のコントローラーの接続方法をやってみたいと思います。ここから紹介する内容に関してはスマホ勢の方はね、無縁の内容になってますんで、タイムスタンプで次に飛んじゃってください。まず公式サイトに出ている対応コントローラーを出してみたいと思います。こちらです。ドン。僕が検証した内容では PS4 と PS5 のコントローラー両方使うことができたんですね。どうやって使うのかっていうと、両方とも有線で繋ぐっていうのが鍵だったようです。今僕がこうやって動かしているのは有線で繋いだ PS5 のコントローラーで、無線だとね、使えないんですよ。で、隣の PS5 くんはスリープモードになってるんですね。特に連携を解除するとかしないとか、そんなことせずに、ただ有線で接続したら反応しましたね。で、同じように PS4 のコントローラーでいつも Steam で遊んでるんですが、Steam のコントローラー連携をオフにするとか、PC の設定でワイヤレスコントローラーの Bluetooth の欄ありますよね。あそこのデバイスを削除するとか、そういった設定も必要なく、ただ有線接続するだけで使えたので、まあ、おまかんかもしれないんですけど、もしね、コントローラーに悩んでる方は有線で繋いでみてください。で、僕、Xbox シリーズのコントローラー持ってないんですけど、多分ね、有線だったらいけるんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、この名著、アクションめちゃくちゃ激しいんで、コントローラーだとすげえ便利なんで、やってみてください。他にもコントローラーこんな接続の方法でいけたよっていう方、知ってる方いればね、みんなのマジで参考になるんで、コメント欄によろしくお願いします。はい、探索最強アイテム3つ入手やってみたいと思います。僕結構探索してきまして、まだね、リリースして時間があんまり経ってないんですけど、20% とか、中部大地 41%、ここは 50% ですね。で、一番最初のマップ、今週上 39%、53% とかね、結構探索度上がってますよね。なんでこんな短い時間で上がってんのって思うと思うんですけど、今回紹介するこの3つの神器を使ってるからなんですね。マジでね、宝箱の位置も丸分かりになりますし、音箱なんかも簡単に見つけることができますんで、取りこぼしのないように進めることができますから、マジで有能ですね。で、その3つの神器何かというと、まず一番最初こちら秘蔵探知機。これがお宝探知機になるんですね。未開封のお宝と潮石っていう、なんかマップによくある皆さん出会ったことあると思うんですけど、敵とバトルして倒した後になんか近くに浮いているモヤモヤというかモニュメントみたいなのを調べると報酬がもらえるっていうやつですね。後で見せますが、それも位置を特定してくれるんでかなり便利ですね。いや、これガチでやばいです。で、2つ目が単音ソナー。これがいわゆる音箱という空中に浮いている黄色い箱ですね。収集物なんですけど、これも集めて今週上にいる NPC に渡すと結構いい感じの報酬もらえる収集物になってますんで、まあ原神でいうところの神の瞳ですね。これもすごく便利で、まあこの単音ソナーは秘蔵探知機と違って消費アイテムを消費して使うことになるので、最初からババーって使うっていうよりかは、ある程度マップ回った後に音箱を取りこぼしないかなっていう感じで使っていくのがいいんじゃないかなと思います。そして最後、こちら臨時信号とポケットワープポイント。使い道は様々あるんですが、まあ基本的にはね、何回も往復したいところ、ボスのすぐ近くに設置したりとかね、そんな感じで使っていくことができるんで、これもね、かなり便利です。今回はね、序盤のうちにこの3つをゲットした状態で進めていくことで、メンタル面も快適に進めていけるんじゃないかなと思います。で、その3つの神器はどこでゲットできんのっていうと、こちらですね、今週上一番最初のマップの左のワープポイントからすぐのこちら、先駆条約というところでゲットすることができます。まあ、飛んでくるとすぐこういう風景になって、後ろ振り向くとね、マキちゃんという NPC がいるので話しかけてください。そして一番上、自分の探索進捗についてって尋ねると、こんな感じでね、マップの探索度が上がっていくに従って、どんどんこちらも経験値が溜まっていって、今左次のレベルまで1600に対して1110溜まっている状態になっています。ここが各マップの探索度を 20% にした方がいいよっていう理由なんですね。そしてここの報酬のところ、先駆者レベル1のところで、これですね、秘蔵探知機。レベル1でもらえるのが非常にありがたい。その左に秘蔵探知機の使用許可、今週とあります。なので今後バージョンアップして他のエリアが登場してきた時も、探索度を 20% までどんどん上げていけば、おそらく他のエリアでも探索度報酬によ
よって秘蔵探知機ゲットできると思いますんで、ここはね、マジで忘れずに覚えておいてください。先駆者レベル2の報酬で、ここ臨時信号とポケットワープポイントがゲットできます。そして先駆者レベル3になると、こちら、音箱探知機である単音ソナーがゲットできます。こちらに関しても今週限定で使えるような許可証も合わせてゲットできる。で、今回上げていただきたいのは先駆者レベル3までです。4以降は全部経験値みたいな報酬になっちゃってるんで、気づいたら交換するぐらいでいいんじゃないかなと思いますね。狙って交換するものっていうのは、まあ、星越え、ガチャ石ももらえるんですけど、そこまでないんで、とりあえず、レベル3まで皆さん頑張って進めてみてください。で、もちろんね、先駆者レベル3までの簡単なレベルの上げ方も紹介しておきます。もうお気づきの方もいると思うんですけど、探索進捗 20% でこれ60経験値、70経験値、35経験値と、エリアによってもらえる経験値が分かれているんですけど、僕がクリアしてきたのはこちら、レテンマークがついているもので、150とかあるんですね。90とか120とか。まずはこの経験値がたくさんもらえるところから 20% を目指していってください。まあ、150中部大地とか、キライの港とかやれば簡単に270まで持っていけるんで、やってみてください。ただ一つここで注意点なんですが、お宝とか音箱の位置が丸分かりになってしまうので、便利な反面、探索の楽しみがね、結構減ってしまうんで、僕はこの動画を作るために探索度を上げたんですけど、もうこっからはね、僕はあんまり使わずに自分で見つけてみようかなって思ってます。探索も楽しみたいよっていう方は、一応持っておいて困った時に使うぐらいでいいんじゃないかなと思います。逆に少しでもユニオンレベルを上げたい、ソラランクも上げていきたいっていう方はね、じゃんじゃん使って大丈夫です。宝箱からのユニオンレベルの EXP が思ったより高いんですね。原神やってる方はわかると思うんですけど、原神より多いんですね。まあ、持っとくだけでも全然いいと思うんでね、使い道はね、皆さんで見極めてもらって進めてください。はい、それではお宝探知機の使い方説明していきたいと思います。ゲットすると普通にね、探索モジュールというところの、これですね、鍵縄とかあるところの、ここら辺にね、全部ね、収まってくれてます。で、秘蔵探知機を装備して、これを使うとマップ上がこのような形になります。はい。ここで置いた、ここで置いた、ここで置いたって感じで、置いた範囲の中に宝箱があれば、こんな感じで表記してくれるんですね。これめちゃくちゃやばいよね。近づけばわかると思うんですけど、これ宝箱が上にあるのか下にあるのかっていうところまで分かっちゃうんで、マジで丸分かりなんですね。で、例えばここ、宝箱あるなと思って、こっちを見てみると、はい、あそこにありますね。ギミック付きの宝箱。ここら辺も宝箱たくさんあるなーって感じで、マジで宝箱の場所丸分かりなんですよ。やばくないですか？そして宝箱だけでなく、先ほど言った超石バトルコンテンツの報酬みたいなものですね。ここ宝箱マークがあると思うんですけど、そっちの方に向くと、これですね。はい、ロックがかかっていて、ここら辺の敵を全部倒すと、ここから報酬がもらえるってやつも同時に探知することができますんで、これめちゃくちゃ便利なんですよね。こういう壁とかに壊せる岩とか、あとは攻撃だけじゃなくて、インタラクトして岩の爆弾みたいなのを投げて壊す壁の中にも宝箱があれば探知してくれます。逆に探知できないものは、こういった射撃のミニゲームというか挑戦みたいなやつですね。これとか、道中でたまに見かける蝶々ですね。黄色い蝶々を追いかけていって、柱みたいなところに灯させてあげると報酬ゲットってやつ。まあ、原神でいうところの洗礼ですね。ああいった挑戦的なやつは探知できないので、結局はね、各マップ探索することになるんですけど、お宝系はこれだけで一網打尽にできるんで、ぜひね、これ使ってみていただきたい。実際にマップを探索しながら使うときは、まず自分のいる位置で使いますね。はい、ここの中に宝箱が1個あるなって感じで、まずはそこを取りに行きますよね。この建物の中にあるんだなって言って、ここ宝箱を取りますよね。はい、マップのね、探索範囲のギリギリまで進んだら、またここで使う。そうすると2個目が、はい、目の前にあるじゃん。これじゃん。みたいな感じで進んでいきます。こんな感じでエリアのギリギリまで進んで使うっていう感じが一番無駄なく探索していくことができるんで、これぜひやってみてください。そしてこんな感じで、1個、2個、3個と最大3つまで置くことができます。4個目を置こうとするとどうなるかっていうと、こんな感じで設置された秘蔵探知機が上限に達しました。で、最初に設置した秘蔵探知機を回収しますかってなるんですけど、これ決定をしてください。こっちの方に置いといた1個目が、こっちに置いてくれるんですね。で、目の前に宝箱あるじゃんって感じで、自分でもね、こうやって、マップで回収することができるんですけど、これやってたんですけど、めんどくさいんで、4個目を置こうとして、システム的に勝手に1個目を自動的に移動させてもらった方が楽だったんで、このやり方ぜひやってみてください。続いて単音ソナー音箱探知機ですね。これ使ってみると、はい、こんな感じでずっとね、マップにハイライトをしてくれます。音箱1個につき消費アイテムが1個必ず必要になっ
ちゃうんで、あらかた取った後に取りこぼしがないかということで使ってみてください。そしてポケットワープポイントを使ってみたいと思います。こんな感じでウェイポイントモジュール消費しますかで決定すると、はい、ここですね。ファストトラベルすることができます。臨時信号と3分の1になってるんで、3つまで置けるんじゃないかなって感じですね。自分の行きたいところに何回も往復できるっていうのはかなりメリットですよね。ぜひこれも使ってみてください。はい、続いてエコーのステータスの仕様を解説していきたいと思います。何を解説するのかというと、要するにステータスの付き方とか何が付くかっていうところですね。これを序盤に知っておくことによって、最初はね、厳選なんかしないと思うんですけど、なんか、あ、この能力ついたラッキーなやつなんだなとか、把握できることによって、結構メンタルのストレスが軽減されますよね。知っておいて損はないと思いますし、原神をやったことない方にとっても分かりやすく説明していきたいと思います。原神やってる方に関してはね、原神の用語も出して解説しますので、ぜひね、参考にしてってください。で、今回はコスト1、3、4と、それぞれに分けて紹介していきたいと思います。ちなみにね、まだコスト2のエコーは存在していません。では分かりやすくコスト1のエコーからいきたいと思います。右の今攻撃力 18%、そしてその下 HP2280 とついているステータスに注目してください。ここはエコーによって HP がついたり防御力がついたりとか色々あるんですけど、まずコスト1に関しては、今攻撃力 18.0% と書いてあるところは何がつくかというと、攻撃力のパーセント、HP のパーセント、防御力のパーセント、この3つのうちどれかがランダムでつく仕様になってます。そしてその下段ですね、HP2280 ってなっているところ、ここはね、皆さんもお気づきかもしれませんが、コスト1に関しては全て HP の実数値が固定でつくようになっています。2段目に攻撃力ついてほしいなとか、防御力欲しいなっていうのは、無理なんですね。絶対に HP がつくので、ここはね、もうストレスフリーにシカトしちゃって大丈夫なところです。次、コスト3に行きたいと思います。おやおや起動ダメージアップとか、消熱ダメージアップとか、なんか色々ついてますよね。こんな感じで共鳴効率もつくようになっています。ここは何がつくかというと、先ほど紹介したコスト1の攻撃力、HP、防御の3つに加えて、各属性のダメージアップと共鳴効率、共鳴爆発っていうスペシャル技、必殺技、原神でいうところの元素爆発ですね。スペシャル技を使うためのエネルギーの溜まりやすさに関係しています。その5種類の中からランダムでつくっていうことになってるんで、かなりね、厳選の、対象になりますよね。先に言っておきますが、コスト4よりもコスト3の方がえらいやばい厳選内容になってます。2段目、攻撃力がついてます。これも気づいてる方いると思うんですけど、先ほどコスト1は HPの実数が固定だったのに対し、こちらは攻撃力が必ず実数値でつくようになっています。なので、ここはシカとして大丈夫です。で、コスト3がなんで一番厳選がやばいのっていうと、さっき言ったように5項目がランダムでつくんですが、これ実は5項目ではなくて、厳密に言うと、起動ダメージアップ、これ風属性とか、消熱ダメージアップ、これは炎ダメージですね。消滅、電動とか色々あるので、攻撃、HP、防御、そして共鳴効率に加えて、各属性が6種類ぐらいあったかな。なので、厳密には5種類ではなくて10種類ぐらいの厳選が必要になってくるんですね。これマジやばいですよね。原神で言うところの属性の杯を当てるような感じで、まだまだ厳選しないと思いますが、コスト3のこの起動ダメージアップとか消滅ダメージアップ、属性関連は結構大事に注目した方がいいんじゃないかなと思ってます。そして最後コスト4ですね。同じものが3体いるんですけど、やっぱりいろんなものがついてますね。一番上攻撃力 10.7% のところ、先ほどと同じ足し算ですね。コスト1で出た攻撃力、HP、防御に加えて、コスト3の属性それぞれのダメージバフと共鳴効率、それに加えて、回復の効率、回復のしやすさと、クリティカル率とクリティカルダメージというのがさらにプラスされます。項目だけで言ったら8項目。そしてさらに属性云々を加えれば、コスト3よりも種類が多い十何種類っていうのが、ここ、ランダム性がついてるんですね。ただ、コスト3より楽な点は、コスト4のエコーっていうのは、ほぼほぼフィールドボスとかなんですね。で、今回のフィールドボスは2分ぐらいでリポップして何回も何回もマラソンすることができますんで、割とコスト3よりかは厳選しやすいかなと感じてます。で、また2段目は攻撃力の実数値固定なのでシカとして大丈夫です。こんな感じのね、ステータスの付き方が結構バラバラしてるんですけど、理解しておくとね、探索進めていく中で、宝箱を探しながら敵エコーを倒してゲットしていくぞってなっても、なんか理解が進んでるとストレス
少ないですよね。で、ちなみにおまけなんですが、ここ左上にコスト10分の9って書いてあって、データドックのレベルを上げていくと最大コスト12までが確認されています。なので、一番バランスのいい配置がおそらくコスト4、コスト3、コスト3でコスト1、コスト1。これで足し算すると12になるんですね。そういった点からしても、コスト4の厳選っていうのは1匹で十分なんですね。だからこそコスト3が2体必要で、さらにこいつらはフィールドボスではなく、普通にちょっと強めなモブ敵だったりして、リポップするのに多分1日ぐらいかかりますし、そもそも個体数がフィールド上に少ないっていうのもあるんで、コスト3はね、マジでやり込み勢のエンドコンテンツなんじゃないかな。マジでね、そこまでやり込みたいよっていう方じゃなければ、ここは妥協枠として、これみたいにね、サブステータスに防御力実数ついちゃったみたいなのでも、まあ、よしとするかって感じで、割と緩く捉えてあげてください。続いて、エコーの失敗しない育成について説明していきたいと思います。こんな感じで、レベルをね、0の状態でも確認できるんですが、今作はね、サブステータスをチューニングという形でつけていく。原神ではね、もともとサブステータスが3つとか4つとかついていて、それをレベルアップするとランダムでそれらが上昇していくっていうタイプだったんですが、今回のシステムでは、消費アイテム高級チュナとかね、特級チュナとかそういうのを使って自分でつけていく感じになります。で、ここが失敗しない育成法なんですけど、例えばこのトゲバラタキをレベル15まで上げて、チューニングを3段階まで可能にしてみるとします。消滅ダメージも上がって攻撃力が上がって、できれば3つ攻撃ないしは、共鳴チャージ効率とかクリティカルとかついてほしいなって感じですよね。で、15まで上げて、3つ分一気にチューニングして、例えばこれで全部防御がついてしまうとか、プラス5は攻撃力のパーセントがついてよかったんだけど、プラス10で防御実数、15で防御実数がついてしまって、うわ、火力枠につけたかったのに防御上がっちゃったよ、みたいな。そんな感じになってしまうんですね。わかりやすく言うと、こいつですね、消熱ダメージがアップして、攻撃力が固定でついている。で、その下、攻撃力の 8.6% イエーイって思ってたら、防御力が上がって防御力が上がってしまう。こうなってしまうと、下2つ分の防御力 11.8 と防御力50をつけた分のチュナっていう消費アイテムとか、お金がね、もったいないことになりますよね。じゃあどうしたら失敗しない癖になるかっていうと、もうお気づきかもしれませんが、ここの自動選択っていうのをやめて、自分で一個一個つけてってください。はい。これで3とか5。これでレベル5まで上げて、チューニングを1回する。で、望みのステータスがついたら、次はレベル10まで経験値を調節して突っ込む。で、2つ目のチューニングを成功するか失敗するか見る。それでも成功したら、レベル15まで上げて、最後チューニングしてどうか。みたいな、段階的にレベルを上げて、チューニングもその都度やっていくっていうやり方が一番無駄にせず、この経験値のアイテムも温存する方法にもなりますから、このやり方でぜひ厳選するときはやってみてください。何度も言いますが、序盤のうちは厳選なんかせずに、とりあえずあるもんつけていけばいいと思うので、これはエンドコンテンツ、もしも余裕が出てきたらこれをやろうねっていう感じで覚えておいてください。いやーでもマジで厳選楽しそうですね。僕も沼にマジで両足突っ込みそうな感じがしてます。はい、序盤のテンプレパーティーでやってみたいと思います。ご覧の通り3パターンご用意しましたが、固定のところがほとんどなんですけど、今回紹介するのは探索、ボス戦両方において万能的に活躍できるパーティー例って感じですね。あくまでも個人的なパーティー例なんで、皆さんもね、こんなパーティーいいんじゃないの？こんな連携いいぜっていうのがあったらぜひコメントで教えてください。まずこの3人のうち、やっぱり役割を分けた方がいいと思うんですね。まず左がメインアタッカー、真ん中がサブアタッカーと補助。で、回復ですね。ここはもう必須枠ですね。で、まだリリースして、この動画撮ってる段階で1日もしくはもうちょいで2日経つかなっていう感じなので、ヒーラー枠は引いてなければもう白紙ちゃんしかいないと思うんで、ここはヒーラー固定でいいですよね。で、メインアタッカー枠に関しては、誰でもいいです。自分の好きな主人公も結構今回は強めに設定されてるんで、でもね、火力の高い、例えば、タンキンちゃんとかでも結構人気ですよね。自傷ダメージがあって、どんどん HP が少なくなっちゃうんだけど、高火力のキャラになってます。プレイヤースキルを求められるものの火力がバカ高いって感じですね。フータオみたいな感じですね、原神の。で、真ん中のサブアタッカー枠を変えたのを3つご用意してるんですが、一番おすすめはサンカちゃんなんですけど、基本的にここの選び方というのがありまして、サブアタッカーっていうぐらいなんで、メインアタッカーの攻撃の勢いがちょっと弱まった、スキルのクールタイムが発動してるとき、切り替えて別のキャラで叩いていこうっていうときに変わりますよね。なので、ここの変装スキル、登場スキルですね。あと、収装スキル、退場スキルっていうんでしょうか。キャラクターが入った時と出た時のスキルっていうのが各キャラに設定されていて、それの有能さで決めるのがいいんじゃないかなと思います。サンカちゃんはもともと強いけどね。
ね。サンカちゃんは瞬間的な火力が高いんで、まあ第一候補って感じにしてます。で、こちらご覧の通り、サンカちゃんからキエンに変わった時に、通常攻撃のダメージブースト 38% を14秒間持続してくれるんで、めちゃくちゃ強いですよね。なので、基本的にはキエンで戦っていて、スキルのクールタイム中にサンカに切り替えて、まあ、この後紹介するスキルと爆発のコンボ攻撃で瞬間的な火力を出して、競争エネルギーを貯めてから、またキエンに戻る時に通常ダメージのバフをつけて戻してあげるっていう使い方が一番強いかなって感じてます。ちなみに第2候補モルトフィーで、第3候補シカちゃんの収装スキルも結構有効ですよね。モルトフィーは銃撃ダメージブーストが 38%。で、シカちゃんは対象に 530% っていうどでかいダメージを与えて退場してくれるってやつなんで、これも強いんですよ。両方銃の使い手で遠距離から攻撃できるんで、例えばボス戦で敵が遠くによく行っちゃう敵が出てきた場合に、こっちに切り替えて攻撃っていうのもいい。まあ、ここはね、いろんなキャラが実装されていって、入場する時のスキルとか、退場する時のスキルがいろいろ出てくると思いますんで、それに合わせて変えてみるのが面白いかなって感じてます。そんな感じでサブアタッカー枠の選び方を説明したところで、第2枠、モルトフィーについて解説していきます。この人は普通に戦っても強いんですけど、共鳴解放、原神でいうところの元素爆発、必殺技を使った後に、他のキャラにチェンジした後に、炎の追撃を出してくれるんですね。わかりやすく言うと、原神でいうところの炎版の行く秋みたいな使い方ができるわけです。これによって、モルトフィーからキエンに移った時に、キエンの攻撃をサポートして火力を出してくれるっていうんで、これもかなりシナジー効果が高いです。っていうか、どのメインアタッカーに組んでも十分強い収装スキル持ってるんで、ここはね、結構おすすめかなって感じですね。で、第3候補、シカちゃんですね。ここは、本当に無課金の方向けというか、あんまりガチャをまだ引けていない方にとっては、配布キャラで組める、ここの2枠になってるんで、すごくおすすめですね。シカちゃん自体も結構ね、スキルのダメージとか、普通の攻撃も結構面白い感じになっていて、遠距離から敵の攻撃を落ち着いて見ながら攻撃できるっていう点が非常に魅力的で、なおかつさっき紹介した収装スキル、退場スキルですね、530% っていう特大の攻撃を置き土産してくれるんで、マジで使いやすいです。しかも道中に関してはシカちゃんとかモルトフィー君は銃の武器を使うんで、途中射撃の挑戦とかに出会った時に、いちいち編成を変えなくても済むっていう点でもかなり効率的なパーティー編成になってます。ぜひそんな感じでね、メインアタッカー、サブアタッカー、そしてヒーラーと3人組んでみてはいかがでしょうか。結構ね、理にかなっていて強いかな。皆さんもおすすめのパーティーがあったら、ぜひコメントで教えてください。はい、それではサンカちゃんの瞬間的な火力の出し方のコンボを説明していきたいと思います。こんな感じで、メインアタッカーで戦っていて、変装スキルが使える状態ですね。共鳴エネルギーが溜まっている状態でやってみたいと思います。サンカちゃんは分かりやすく言うと、スキルと必殺技と変装スキル、入場スキルですね。それら3つで、それぞれ氷を作り出すことができます。で、その氷を銃撃でタイミングよく使うと、すべて起爆して大ダメージっていうコンボが使えるんですね。まずは変装スキルで氷を1個作る。で、スキルで2個目作る。で、爆発で3つ目作る。で、その後に、銃撃をタイミングよく外して、これですね。はい。一気に3つ起爆で大ダメージを与えることができます。これ結構ダメージ入ってますよね。瞬間火力出るんで、サンカちゃんはマジでサブアタッカー適性が強いんですね。で、これを一通り終わったら、またメインアタッカーに切り替えて、殴っていく。で、今、青いオーラまとってるんですけど、これ今通常攻撃バフ 38% がついてるんですね。これめっちゃいいんですよ。さっき言ったタイミングっていうのは、HP の上、ちょっと青いなんかマークがありますよね。あそこにタイミングよくこうやって離すと、今これ、ただの銃撃ではなくて、氷を起爆する銃撃に変わるんですね。氷が生まれれば生まれるほど、この青いゲージの幅が広くなるんで、起爆しやすい感じになります。はい。まあ慣れればね、別に全然こんな感じでもいつでも起爆できるんで、1個出してちょっと広がったところで、こう起爆。はい。こんな感じの使い方もできますから、マジでね、サンカちゃんお気に入りです。ぜひ皆さん使ってみてください。はい。ということでいかがだったでしょうか。序盤に知りたいおすすめ攻略6選でしたが、これからもね、原神の経験をもとにどんどん動画出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもこんなことを教えてほしいとかあれば、ぜひコメントで教えてください。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。